というわけで、マイアミの総括みたいな話になるんだけどね、マイアミで、レッドブル優勝しました。ところがレッドブルには若干まだ心配事がある。今回も P1 で油圧計が壊れて、リアの、ブレーキ周りで火が出た。それは油圧が起こったことが多分パワーステアリングだけじゃなく、アキュムレーター系のアクチュエーターじゃなくてアキュムレーターっていうこのプレッシャーを分配する装置なんだけど、そのプレッシャーを溜めといてそのアキュムレーター系のなんかのトラブルかなんかなんでしょう。あるいは油圧のポンプ、エンジンにピタッとくっつくエンジンの駆動でポンプで回して油圧を上げるんだけど、そういうもののどっかのラインかそういったものにどっかにウィークポイントがあるんだろうなと。フェラーリはどうだっていう話になると、フェラーリはちょっと待てよ、開幕参戦のあの速さは何だったんだろうと。今イモラ以降、イモラとここへ来てなんかいまいちもちろんポールポジションを取ったりなんかの速さは一発の速さはあるのに、なんだこのレースでのストラグルっていうの、こうちょっと苦しむ、前に出てんのに抜かれる、それで、持つはずのタイヤを持たせられない、おやおやなんかおかしくねえかっていうところに来てるわけ。なんかトラブルを持ってんじゃなくて、速さに陰りが出てきたって、遅くなったんじゃなくてレッドブルが速くなってくることに追いついてけてねえじゃねえかと。もちろんレッドブルフェラーリだって速くなってきてるのは間違いない。だからこんなポジションにいるんだから、ポールポジションも取るんだ。だけどもその速くなっていくスピードね、開発していくスピード、あれちょっとレッドブルが後か後ろから来て追い越しちゃった感があるよねと。そこで毎度鉄人が言うことの上への伸び率の問題になったんだよね。じゃあフェラーリはどのぐらいその伸び率があるんだ。レッドブルは最初の参戦リライアビリティ、信頼性を確保することで必死だったからあんまりなんかできなかった。だけどこう言ってそれが少しずつ良くなってきたら車体の開発に今回も入れてる、いろんなもの入れてる。そしたらずっと速くなって、それで早くもウィークポイントだった今までフェラーリにちょっと負けたコーナーリング速度も速くなってる。それで今まではトップスピードを上げたダウンフォースを少なくしてちょっとタイヤを苦しめる方向にあったのに、今回はちゃんとダウンフォースも出てる。タイヤにもそんな苦しめない、タイヤを苦しめないで済むといういい方向へじゅるっとくるわけですよ。ところが逆に速いのにタイヤを持たねえとかね、ルクレールも持たなかった。それが勝敗の分かれ目だったよね。そういうのが出てくる。じゃあこのフェラーリは今回はリアウィングをやって、ちょっといろいろいじってきたけどまだ本格じゃない。この次のスペインに本格的なのが出るよ。でもね、本格的に出るのはみんななんだ。他のチームもみんなやってくるからね。それで3番手にいるのが、もちろん今いるべきポジションにいるのがラッセルとハミルトンね。ラッセルも上ちゃったね。もういよいよ世代交代だなって鉄人は思ってる。だからってハミルトンが遅いわけじゃないよ。ハミルトンだってなんかのようにショッと来るからね。彼は自分の気が乗れば速い。めちゃくちゃ速いから。だけど今ラッセルはもう順当に何が起こっても速い。その自分の持ち分、それをきちっとクリアして、その一つ上を走ってる、常に自分の。それがきちっと安定してできるようになってね。ポーポシンがあろうと、背中が痛いの、首が痛いの、胸が痛いのって言ってるよね。頭痛までするらしい。それはポーポシン。だけどそのことを前面に押し出すことはしない。いかにしたらこの車を速く走らせるか。それでその状況で自分のペースで走る方法を今彼は模索して自分のものにしてきたんだね。残念ながらハミルトンはまだそれを自分のものにできてない。ここに今ハミルトンとラッセルのもう上下の差じゃなくて、いわゆるそういう向かい合う精神状態、メンタリティで差がラッセルの方が一枚上手をいってしまったような気がするんだよね。これはこのチームの難しいところなんだ。なぜなら全チーム合わせて一つのチーム同じ同国人が乗るってことはないんだよ、今まで。もちろん
過去にはいっぱいあるよ、そういうことも。でも決してうまくいった試しってあんまりないんだよ。それからチームにも良くないの。なんでかっていうと、例えば今回メルセデスはお金のあるチームだから大した問題じゃないんだけど、メルセデス、ハミルトン英国人、ラッセル英国人、2人英国人がいるね。そうすると英国のスポンサーがたくさん取れねえんだよ。でっかい本当に大きなスポンサーは例えばハミルトンででっかいスポンサー50億のスポンサーがあります。100億のスポンサーがありますね。ところが次にラッセルがいると英国でしか営業活動ができない。もし例えばドイツ人だったらドイツで100億稼げるわ。あるいはイタリア人ならイタリアで100億。まあ今はもっとグローバルだけどね。ところが同じ英国人だとその一つしかない100億のスポンサーは2人英国人だから100億しか取れないんだよ。ところがそれが外国人だとその他の国で100億分うまくすれば稼げるわけ。200億になるわけ。そういう意味で F1 のマーケティングとしては一つのチームに同国人って置きたくないの。これは昔ね、F1 の親分ドンだったね、バーニー・エクレストンさんっていう人がいて、そのエクレストンさんが絶対的にやっていた手段なのね。何しろ同国人を乗せるなという。まあ規則でも何でもないけどね。まあそうしないとF1 にお金が入ってこないよ、順当にという考え。まあメルセデスは考えてねえよね、そんなこと。もともとお金あるからさ。まあそういうものなんね。だからライバル意識も同国人だと強くなるから。仲もいい時は仲がいいけど、喧嘩になれば同国人同士はえらいことになるから。なぜか。例えばメルセデスファンが二分されるんだよ、同国で。両方に。これは決して美味しい話じゃないわけ。ボッタスとハミルトンの時は英国グランプリって全部がハミルトンファンになれるわけよ。全部がハミルトンファン、メルセデスファンになる。ところが今回は半分がハミルトンファン、半分がラッセルファンになっちゃうのね。そうすると人気も二分される。決して実はいいことではないわけ。まあ今はもうそういう考え方古いからね、まあ違うんだろうけどね。というようなわけでね、やっぱり同チーム、一つのチームに2人同国人というのはあんまりいいことではない。それから確執も起こりやすくなってくる。それはそうだ。同じ英国人で同じような成績取っててもあいつの方が人気あるじゃねえかと思うとやっぱりムッとするし、まあ人間ってそんなもんなんだけどね、早ければそれでいいんだけどさ、やっぱりそうじゃない。それのまあそれに近いものがちょっと今回ね、無線でレース中に無線でハミルトンとラッセルがやり合ったわけじゃなくて、ラッセルとエンジニアの無線、ハミルトンとエンジニアの無線でね、ラッセルは全くハミルトンを意識してない、意識する必要ない前走ってんだからね、意識してない普通の自分のレースの会話をしてたけど、ハミルトンはその会話の中にちょっとなんていうかな、ちょっとひがみが入ってるかな。なんかそんなような感じがしたのね。ひがみって言ったら言い過ぎなんだけど、やっぱりちょっとってこう落ち込み、少し一歩下がった感じって今までのハミルトンの無線で出てこないような感じのサウンズライクって言うんだけどね、そんなような声だったよとか音だったよっていう意味なんだけどね。だから無線って言葉わかんなくてもその人たちが喋ってるね言葉のトーンでね、そういう感じなのかな、ああいう感じなのかなっていうのが想像できるっていう。何想像したって別にバッテンも食らわねえしね、おまわりさんにも捕まんねえし、お前バカ野郎とも言われねえし、だからそれを勝手にね想像するのは自由だからね。それで自分たちがね F1 を楽しむってことが一番重要なんだよみたいな感じでした。